太陽が光ってるでしょ。グツグツや。長旅だけどこの冷蔵庫ぐらいでもちょうどいい。乾杯。このね、これ綺麗だね、夕日が。めっちゃキラキラしててる。はい、今ですね、7時21分です。室温は 22.4 度なので、夜はね普通に寝れるぐらいの室温でした。今日はね、これから島原とあと雲仙岳の方にね行こうかなと思っております。おはよう。ういちゃん、ママおはよう。昨日暑かったから夜、前と後ろ窓開けて見たら快適だった。ういちゃんは快適だからまだ寝てる。これチー。よし、そしたらね、ブルブルの電源を入れて、で先電子レンジ回しちゃう？袋のままレンジ。このままいける？600ワットだと2分10秒。600ワットで。よいしょ、上線機。ちょっと粉が温めとくよ。今日はね、バッテリーが 90% なんで、今ね、ブルブルを使ってるから外部充電開始してます。17アンペア入ってますね、今。もしかしたらソーラーも入ってるかな。しっかりこのひんやりマットでくつろぐういちゃん。ちょうどそこに収まってるよ。お昼寝ひんやりマット。サイズ子供用で。紅茶飲みたかったな。こうしたらあったで煙があったかいんですけど。本当だ、あったかいね。あったかい。超絶美味しそう。見てよういちゃん、ほらピザトースターでチンしました。トースター1個あるとね、こういうこともできるんですごく便利です。うちはなんかバグってるよ。どうしたどうしたじゃあいただきますよ。なんでこのボタンがたくさんこうやって鳴ったんだろう。なんでだろうね。はい、じゃあいただきますわ。いただきます。はい、どうぞ。どうぞ召し上がれ。でもう食べれるんじゃない？ついカリカリでうまい。その辺やっぱトースターが優秀だよ。じゃあブルブル充電してあげよう。たまにはサブバッテリーにも頑張ってもらわないと。ああ、でもあれもあんのか、 B230 も。そういや、昨日のエアコンも頑張ってんのか。そう。もうね、我が家のブルーブルが残り 50%。多分ね、昨日エアコンも使ってたし、電子レンジ昨日5分に今日2分で、トースターもガンガン使ってるんで、もうね、さすがに半分しかないです。あとドライヤーか。なんで今日ね、多分もう今車が 92% なんで、CTEC がすぐ充電 100% にまたなるんで、そしたらインバーターで逆に今度こっちを充電してあげます、走行中に。そうすればプラマイゼロのまんま走れるかなって。走行充電ね、結局満タンになっちゃうともうあんまり入らなくなっちゃうんで、サーバーバッテリーの方が。なのでポタ電をね、今度ね、走行中に充電しようかなと思います。セッティングだけ今しちゃいます。セッティングが OK。 あとはね、走行中インバーターを入れてあげれば充電開始します。で、今からね、ポータブル電源の走行充電ができるかどうかを確認したいと思います。実際ね、走行しながら撮影するのは結構困難なんで、この状態でね、アイドリングをかけて、インバーターを入れてちゃんと充電できるかどうかを確認しようと思ってます。まずですね、今、92%。今、ソーラーが入ってるんで、5アンペアぐらいソーラーが流入してくれてます。で、この状態でね、今、アイドリングかけます。今ね、アイドリングかけてます。30アンペアぐらいですね、CTEC で発電しております。で、この状態でもうね、ブルーティーね、繋いであるんで、インバーターを押せば充電開始するはずです。ということでね、ちょっと押してみましょう。インバーター押します。ブルーティー動き始めましたね。これが緑なんで、これが赤くなったら充電開始。はい、今ね、充電開始です。471で充電しております。これもともとね、500W の充電器なんで、ブルーティーの充電器って。今、いわゆるね、急速充電タイプではないので、このね、変換を使ってます。
一方で車はどうなってるかっていうと、今インバーターを起動してて、一応ね11アンペア充電してます。 CTEC の走行充電器だけで今車のサブバッテリーも充電しつつ、10アンペアなんでちょっと低いですけど、ブルーティーも充電できるという。なので今日はね走行中はこれで充電しようかなと思います。はい、今ですね出発しまして、これからね雲仙岳の方に向かっていきたいと思います。でね、今日まだね朝ね8時50分なんで、少しね早めに行動しております。この旅では一番早いよ。そうそう、今ねちょうど止まってたところが雲仙岳に一番近いところだったんですけど、ちょうどねそこに今来られてたアミティ乗られてる方で、ちょうどね同じように雲仙岳今目指してるんですって言って声をねかけていただきました。いや本当ね九州に来て毎日お声掛けしていただけててびっくり。出先で出会う。すごいね奇跡的な、島原でっていうね結構端っこだからっていうところで、ちょっとねすごい朝から今日も嬉しい出来事がありました。これからですね雲仙岳、多分あれなんかなちょっと分かんないけど登っていこうと思います。なんかすごいグネグネ道。でもやっぱボンちゃんパワーある。ある。すごいです。グネグネめっちゃしてる。まあでもまだ道幅が安定してるから知りやすいわ。着いて駐車場に、こっちの方が広いから狭いとこはもう行かないっていう。ちょっと歩いても広いとこに止める。何もまだ身支度が終わってないから、とりあえず終わらせよう。はい、今ですねボンちゃんから充電をポタ電にしてたんですけど、走行充電ですね、インバーターでなんと 50% からもう 63% です。30分もしてないかで 63% まで回復です。これは期待できる。充電早いよ。早い。ちなみにボンちゃんは 94%、 今もねソーラーで2アンペア回復中です。やっぱねソーラーもそうだし CTEC が強いんで、ポタ電充電しなかったらもう 100% だと思うんですけど、今回ねポタ電も充電しながらになってるんでちょびっとずつしか充電してないんですけど、それでもね止まってる間もソーラーが回復させてくれるんで、すごいね充電システムは満足しております。ここの駐車場安かったね、300円。それ行くで。ここキャンピングカー入れます。そうね、確かにね、ここなんか降りた瞬間から独特な温泉の匂い。あっちキャンピングカー、あっちもなんか止まってるねけど。あっちも行けたんだ。うん、帰り行ってみます。すごいね。香りがすごいね、香りが。あっちからも行けんだ。うん。受付行っちゃうじゃん。柿の木。すごいね。うん、可愛いよね。まあこういうのもね旅の思い出だからいいよ。本当だ。よし。こっち行こう。偉い。口で願を叶えながらと。これが目音かでしょ。何お願いしたの？お金がたくさん、いい一日がたくさん、お箸がたくさん食べれるようにだって。被災する前に被災した8月。そうそう。あ、豪雨？あ、そうなんだ。こんな感じだったんだ。ここにあったんだね。20年ぐらい前、30年ぐらい前にもう噴火してるんで、この近くかな。またどこかでお会いしましょう。そうですね。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。先ほどお会いした視聴者さんにまたお会いすることができて、おまけにマップをもらうというなんか申し訳ない。ありがとうございます。いつも。あ、すんごい、もくもくや。そしてあったかい。うわ、すごいね。これ噴気や温泉の集まっているところを地獄と呼んでるらしい。ふーちゃん、あれ温泉や温泉。これ温泉だよ。なんなんだろうね。うん、あっちもすごいな。湧き出てるが正解。おお、すごいね。こんな感じになさの奥。卵ありますけども。買う？おお、こっちはもっとすごいね。グッツグツや。ずっそ。あ、ふーちゃん卵買いに行こう。あ、そこでもやってる。本当だ。すごいね。ちょっと柔らかいかもしれません。お口にください。はい。あ、美味しい。
熱くてさ抜けないんですけど。雲仙島原の天然水 C が書いてある。すげえ熱い。殻がすげえ熱い。あ、見て、綺麗に剥けた。いただきます。うん、うまい。大教官地獄。おお、こっちのことすぐできるんだ。すごいな。うん。ふーちゃん、方法結局泣いてる。どうですか。でもよかったね。天気もすごい良くて。天気には本当に恵まれたね、今回九州。パパや。ふーちゃん見てごらん。流しいっぱいあるで。いろいろ見てる。ふーちゃんすごいね、そのでっかいチョコ。はい、今ですね、雲仙岳地獄巡りを行ってきました。あそこね、熱湯だからか暑かったよね。あんなにね、間近で見れるんだと思って。フラッと来る予定だったんですけど、結構じっくり見れました。そうで、今日はね、これからですね、島原の方にまたちょっと戻ります。島原スイーツかんざらしを食べに行こうかなと思っております。で、そこでですね、一人ね、もうね、この人もね、ゆうすけさんと一緒で、視聴者さんというよりかは結構前から知ってる方で、前回会ったのが3年前、ゴールデンウィーク中ね、旅してる時に北陸でね、お会いした方がいるんです。ただ家はね、この辺らしいんですよね。この辺っていうか、長崎、九州来る前に事前にちょっと相談してて、せっかくなので少しだけね会えそうかなと思って、でちょっとだけね島原をね観光するのに一緒に回っていただこうかなと思ってます。ということでね、今からですね、島原スイーツを食べに島原市に戻ります。ありがとうございました。じゃあすみません、ありがとうございます。バイバイ。今ですね、島原の方を観光してきました。西からマンボウさんが来てくれて、で本当に今日1日というか半日ね付き合っていただいて、すごいラッキーだったね。いつかここを紹介してもらうっていう、長崎とか九州をねって思ってたけど、本当にね3年かかった。うーちゃんたちがね仲良しになったし、そうやっぱね子供は早いよね。このかんざらしのお店も良かったね。あそこはちょっとね、味とかね、もうかんざらしそのものも美味しかったんですけど、もうね風景がね、あれはないんじゃないかなと思って、他に。でもあの店でよかったなと思えるぐらい。いやでも本当にね、すごい楽しい時間でした。本当今日も今日ですごい充実してました。それも本当にマンボウさんがね結構いろいろね教えてくれたりとか先導してくれたりして、時間もねすごい効率的に使えたので本当に助かる。マンボウさんはしっかりナビゲートだったからそう、なんかねマンボウさんが言ってたけど、長崎のこの海岸沿いっていうのはどこからどこまでかっていうのはちょっと忘れちゃったんだけど、なんかね日本一長い海岸沿いらしい。確かにずーっと海岸沿いだなと思って、左に海があったり右に海があったりしたの、さっき来る時ね。そうそう。で今日はですね、この後ホチノーズっていう港のところまで、カーフェリーですね、島原から天草に行けるカーフェリーがありまして、で今到着予定時刻が3時40分なんで、めちゃめちゃ混んでたりとかしない限りは行けるかなと思います。すごいね、一面海や。雄大というかね、もう緑のあれじゃないからね、こっちは青だから。今ちょうど見つけたんですけど、あそこにブラジルまで何キロ、モンゴルまで何キロって書いてある。1万8500何キロ。あんなの書いてあるなんて。これね、マルキョウもね、なんか九州来てからドラッグストア森張りにある。多分これはスーパーなのかな。まだまだあと半分ぐらいか。あと15キロ。これからフェリーゆっくり。合ってたんですよ、場所。合ってた。で4時15分で多分乗れると思うから買っちゃう。はい。2900。一緒に見れたらいい。何が？はい、4時から乗ります。4時15分。あの船今帰ってきてるでしょ。あれに乗るかも。めっちゃ大きいやつ。そうだよ。
はい、今からですねフェリー乗ります。さあボンちゃん、島原から天草へ行きます。よいしょ。このレーン高さ4メーターだから 3.8 なんだ。よし OK。 これでブレーキも OK です。よし、乗ってきます。上行ってみよう。やっぱ揺れないね、この手の船。大きいからね。車両後半でのお客様です。万一の場合は乗組員着いた。こっちが先なのね。はーい。おー楽しかった。30分だったけど残念ながらイルカさんは見れなかったね。はい、今ですねいいカーフェリーね乗ってきて、島原から天草の方に上陸しました。そしてね、ここがねついに九州4県目、熊本県天草市になりますので、熊本県にねついに入りました。いやーね、ついにね九州4県目です。この旅で行く最後の県、熊本県に今ね入りました。今日はねこのまま天草の方で1泊して、で明日ね1日天草観光して、でそれが終わったらもう明日の夜には阿蘇まで走ろうかなと思ってます。でこれからですね、道の駅で温泉がくっついてる道の駅有明、そうそうそう、なんかね本当はね事前予約をすれば電源サイトが2つあるらしくて、 RV パークではないんだけど電源サイトがあると。まあね、そんなこんな天草空港ってあるの。いやーすごいね、ついに熊本や。はい、ということでね、まずはね温泉の方に向かっていきたいと思います。で途中ねちょっとね買い物もしなきゃいけないんで、なんかスーパーとかあったら夜寄って、買い物していこうかなと思います。そう、はい、今ね買い物してきたので冷蔵庫の入れ替え中です。ずっとさ冷凍庫使ってるからさ、霜が今までほらないじゃん。そうだね。ふいちゃんの意外といけたよケース飾ってです。こんな感じ。すごいね、パンパン。パンパン。あでもちょうどいいわ。長旅だけどこの冷蔵庫ぐらいでもちょうどいい。65リッターで、まあ毎日買い物とか2日に1回買い物してるぐらいだからね、足りるよね。でもパンはここだったら動かないんで。パンと今日買ったお惣菜。いい収納庫でまだ入るし全然。はい、今ですね天草のねロッキーっていう店にね行ってきました。意外とのものあったよね。なんかねコストコのものも売ってたし、ここからはですね温泉がついてる道の駅に今からね移動していきたいと思います。じゃあちょっと海見てごらん。ほら見て、太陽光ってるでしょ。これか。あ、タコのモニュメント。聞いたお子さんいたね。こっちはだだ広いな。お友達よ、ほら。はい、今日ね、あんまり走ってないんですけど、走行中、インバーターで充電してたら、もう 100%。100%。だから 50% ぐらい回復したそう、ね。50% 回復してくれたんで、またね、これでフル満タン。で、車もフル満タンですね、今。走行充電だけで、オタ電さえもフル充電できるっていうことが分かったんで、で、それでいてサブバッテリーもフル充電状態なんで、もう無敵です。ということでね、無事にね、ポータブル電源も充電完了です。温泉の方に行ってきます。こんな感じで、夕日がめっちゃ綺麗。ごめん。これ綺麗だね、夕日が。ふーちゃんの髪の毛も今キラキラしてます。ここお風呂いくらだろね、温泉行きますよ。ふーちゃんすごいね、ここね、すんごい綺麗だね。今日はね家族風呂で、今ねあと10分ぐらいだけちょっと掃除あるんで待ってくださいって言われて、でも1時間1000円だから安いよね。安い。こんな感じです。しっかりとスクールになりますので。ふーちゃん大きいんじゃないの？お風呂見せて。おお、いいじゃん。いい感じいい感じ。よし、じゃあフライド。じゃあパパは牛乳じゃなくてコーヒーね。ふーちゃんは牛乳。3番。ありがとう。ありがとう。
どう？美味しい。いただきます。いただいてます。はい、今ですね、とりあえずね、着いたんですけど、ご飯前にやんなきゃいけないのが、データがね、もうパンパン。もうね、これ今ね、撮ってるメモリカードも、2スロ目でもうね、あと2分しか撮れない。今予備ね、これ、2枚あるんですけど、これが終わると、もう全部パンパンなんで、もう今のうちに SSD に、この今動画撮ってるやつを移して、空きを作んないと、まだあと、熊本2日間ありますんで、多分足んない。なので今からね、ちょっとデータ移します。3ディスクのメモリーカードから3ディスクの SSD に移し替えてます。流しライト使っていいよ。縦にすると切りづらいね。します。朝ぶりのトースター。うずらメンチカツをトースターで温める。なんかさ、電子レンジだとさ、カリッていかないと。そうそうそう。ハビちゃんの時よりかやりづらい。棚が1個減っちゃったから。ここだけね1個減って、だからもう1個ね、ここにエアコンがのところに前は棚があったから。引き出しはでかくなったよ、こっちの。そんなに焼かないし。虫いた。虫入ってきた？ここ見て。虫がいる。ゆうちゃん虫ハンター。お涼しい。虫さんどこ行っちゃったのかな。はい、今ですね、ご飯ができてあと食べるだけなんですけど、熱い熱いパパさん。マジでね熱い。いや見てみーよ、28.1 度やで。でもさ、なんか場所によってさ、温度って変わるからなんとも言えんよね。ここマジ熱いよ。パパさっきじゃあから撮パパのとこ影してるけど。が熱いんだよ。そう今ね、撮影の裏でね、ちょっと音声に入らないようにね、この扇風機も使ってたんですけど、ちょっとねもう暑すぎなんでエアコン入れます。エアコン入れましょう。エアコン入れましょう。うーちゃん暑くない？熱くなっちゃう。じゃあうーちゃん青いボタンを押してください。はい、オッケー。あ、マックスファンつけなきゃ。全部逃げてっちゃう。うい。ということでね、ご飯食べていきたいと思います。今日はね、メニューがまず昨日の豆腐、丸い豆腐ね。ママは辛くない食べるラー油、パパは辛い食べるラー油で、あとサラダ、うずらうずらの卵入りのメンチカツ。あとこれ長崎県産のお刺身でした。とんかつだこれ。とんかつ？メンチカツ。そうだね、とんかつと同じような色だね。はいあとね、パパとうーちゃんは納豆です。パパたちはね、もう今日もね、ご飯を食べません。ということでね、ご飯を食べていきたいと思います。ビール。じゃあビールにしようか。うわ、キンキンじゃん。おお、むっちゃ冷たい。うーちゃんがマジで触ったらチンチンしそう。うーちゃんそうでもなかった乾杯しよう。じゃあうーちゃんも今ね、乾杯前なんですけど、エアコンがね本格的に動き始めました。もうね、むっちゃ涼しい。最高。このティッシュの動きを見てもらえば分かる。これぐらい動く。この間までカビちゃんエアコンなかったんだよ。そうだよ。だからパパは一生懸命標高の高いところを探して行動してた。この時期。最高や。明日またポタ電充電しよう。寒っ。うせやろ。寒うーちゃんうせやろ。今日はエアコンつけて寝んの？うーちゃん次第。うーちゃんが寒いって言ったらもうマックスファンで頑張るよ。あでもマックス、違う。寝るときはいいの、マックスファンで。だってパパあそこだもん。じゃあ食べよう。乾杯。乾杯。乾お疲れ様です。あ杯。ともうちょっとでこの旅も終わっちゃうと思うと悲しいな。うめ。いただきます。いただきます。寒いな。うーちゃんに寒いなって言われるんだけど、パパもう汗かきそうなのに。うせやろ。うーちゃんさっきからずっとあそこ涼しいとこにいたからや。だから寒いの。そう。今日ボンちゃん新しい名前命名しちゃったよ。そうなの？ボンノステ。ということで今日からボンちゃんはボンノスケで、またはボンちゃんで。またはボンちゃん。正式名称明日ボンボンノスケ。ボンちゃんは略称だね。正式名称はボンノスケだったってことだね。これはうーちゃんによって決定しました。一応あれ今旅出て一回も夕飯はでもあんま調理してるもん少ないから今日だけ。初日だけ食べ行ったのか。九州入ってすぐ温泉のとこで。そうかな。はい、ということでね、今日もこのレイミーマンボウさんからもらったやつと同じメーカー会社だった。ママにこれをちょっと開けない限り新しいものは入れるなって言われたんで、ちょっとこれ飲みます。冷蔵庫に限界があるからね。そう、意外と幅取る。そうそうそう。
ということで、今日もこの冷麺いただこうかなと思います。と向こうとでそうなの？今日もね、冷麺いただきます。冷酒や。よし、OK。今日で終わりです。今日さ、洗い物めちゃくちゃ少ねえぞ。これはもう洗わないやつ。今日頑張ったと。ほぼ箸類。箸と包丁ぐらい。いやー、食べた。意外とこんなんでちょうどいい。結構お腹いっぱいだわ。かんざらし食う？食わない。かんざらし好きなの？食べたかったのにいっぱいさ、うーちゃんがさ、食べたそうにしてるからさ、いいよって言ってほとんどあげたの。ママも分けたよ。うーちゃん分も買っといてあげればよかったじゃん。うーちゃん相当食ってたで、かんざらし。びっくりする食ってたよ。蜜が美味しかったらしいよ。いやでも最初の白玉みたいなやつあるじゃん。白玉かな、相当食ってたで。だってママのとこでも食べてたもん。だからうーちゃんも結構食べてて、気づいたらどんどんなくなって、最後 2,3 個しかなくて、うーちゃん分け合おうみたいな顔してるからね。じゃあパパだけかんざらし食べればいいじゃん。はい、ということでね、かんざらし今日買ったやつ、また違うお店のやつだよね。でも多分ね、おそらくね。似たような味だと信じたいわ。全然違かったらどうしよう。まさかそれで完成じゃない。蜜のないかんざらし。くっついてるから剥がせってことでしょ。ここに入れて。カメラの位置見て。もう食べない？そこまで入れて。じゃあだんだん蜜も入れていきますよ。はい。思った以上に蜜多いし。沈んだ。これ絶対溢れてんじゃん。沈んだ。はい、ということでね、かんざらし。こんな感じです、かんざらし。なんかさ、この白玉の味もなんか若干違うわ。これはこれでうまい。今日食べたやつよりか少し甘め。まあでもね、これはこれで美味しい。よし、じゃあおやすみ。そしたらね、もう今日は寝ます。今日はね、夜はね、マックスファンにするんで、扇風機を後ろに持ってきます。ママはそれ上に使って、パパはあれ使うから。はい、ということで皆さんおやすみなさい。